こんばんは。はるです。今回は最新版のミッドフィルダーティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。で、今回もですね、前回と引き続きなんですけれども、新しいフッティーズの選手たちを追加しました。で、それでは早速紹介をしていきたいなと思います。こちらが最新版のミッドフィルダーのティアリストになります。D だったり、C、B、だったり、A だったりもそうですかね。一応調整を、して新しい選手も追加をしました。B に関してはですね、新しい選手、フッティーズのフレッジ、そしてフッティーズメルテンス、そしてフッティーズマスチェラーノ、この3名を前回のティアリストから、少し追加をしたという風な形になります。フレッジに関してはですね、基本的にフィジカルに関してそこまで強くはない、そんな選手になります。その分、動かしやすい、そういう風な選手になりますね。ただやっぱ小さいからか、ディフェンス面の部分で足が出なかったりとか、もちろんフィジカルのところでね、負けてしまったりとかっていうのが、あるので、動かしやすさっていうのは十分あって、めちゃくちゃ軽い、細かい、敏捷性も高いっていう選手なんですけれども、個人的にはやっぱり今ではね、軽いけど取り切れるみたいな選手が、中盤では多く、いるので、B が妥当かなというふうに感じます。で、そして、フッティーズ、メルテンスですね、メルテンス。この選手もですね、やっぱり小ささがあるけれども、フィジカル面が、弱いという選手になりますね。耐える力っていうのも、そこまで、ない選手で、どうしてもそのフィジカルの弱さっていうのは、気にはなってしまうかなというふうに思います。5-5にの、なって、スキル逆足、どちらもね、使えるようになったっていうのは非常に素晴らしい部分ではあるんですけれども、スキルを使っても抜ききれないっていうことが、ちょっとある、そんな選手になりますね。ほんとがっつり外しきれれば相手を、それでいいんですけど、やっぱ相手のディフェンダー選手も強くて、かなりね、ついてくる選手たちっていうのが多いので、その中でフィジカルを当てられてしまうと、ちょっと厳しいかなっていう風には思います。総合的にはですね、悪くはないんですけれども、トップクラスのフッティーズの選手っていうほどまではいかないかなという風に感じます。で、そして、フッティーズ、マスチェラーノですね。マスチェラーノ。フッティーズヒーローで、来たんですけれども、この選手もですね、フレッジと同じようなタイプというか、動かしやすい、中盤の選手。だけれども、フィジカル面は少し弱いという選手になりますね。マスチェラーノ、今作、最初の方はね、使われたんですけど、だんだん使われてこなくなって、ワンチャンフッティーズね、化けてればね、良かったんですけど、そこまでかなっていう風な感じです。もう現環境でそれなりに使えるようになったよね、みたいなぐらいの、レベルで思ってもらえたらいいという風に思いますね。ちょっと、個人的には中盤の選手も強いですし、このマシェラの守備の力、守備の力プラスシュートとかもめっちゃ決めきれるっていう選手もいるので、どうしてもフッティーズとして強くなったんですけれども、この人もちょっと代わりがいてしまう、そんな選手になってますね。で、そして A と B の間にいるのがですね、フッティーズのフロレンツィですね、フロレンツィ。フロレンツィに関してはですね、軽い、そして、動かしやすい、そういう風な選手になります。マシェラーノと結構似てて、マシェラーノの、先ほどの代わりがいるっていうところでもフロレンツィに、なります。シュートもフロレンツィ打てるので、そういう風な意味でもちょっとマシェラーノのランク的には下がってしまったかなっていうのは、思います。ただフロレンツィもフィジカルが弱い部分が、あったりしますし、単純に、ディフェンス能力はね、結構高い。インターセプトとかはしっかりしてくれて、たまに足出してくれて取ってくれたりとかはするんだけれども、やっぱりでかい選手、ごつい選手と比べると、この守備の驚異的な守備力っていうのはそこまでないかなっていうね、感じます。ジョッキーとかはね、結構軽くて、本当に動かしやすいんですけれども、ちょっとそこの守備面っていうのは、他の選手と比べると気にはなってしまうかなという風なところですね。万能型の、選手で 3CM の一角だったり、ちょっと攻撃的なね、ところで使うのも全然ありかなと、自分個人は思います。で、そして A ですね。
A に関してはですね、新しく追加した選手、エンドオブアンエラのボアテング、目標で、来ました。そして、フッティーズのブスケツ、そして SBC で、来ましたフッティーズのチアゴですね。この3名を A に、入れました。ボアテングに関しては、でかい。ごつい、そういう風な中盤の選手になってます。そのためですね、フィジカルに関しては結構強いです。本当にグリッと、取り切ることが、できますし、またパスもね、うまくって、シュートもね、ある程度打てるという、そんな選手になります。ただやっぱり先ほど、小さい選手だったりとか紹介している中でいくと、この人は重たい、そういう風な選手に、なりますので、推進力はね、結構あります。スピードがあってね、ぐんぐん運べるんだけれども、細かい切り返しとか、っていうのはどうしても、重たいというか、ちょっと遅めな選手になります。ただね、結構改善をされたんじゃないかなっていうふうに、思うので、結構やっぱ強くなったなっていうのは、思いますね。エンド版エラーというカードで来たんですけれども、目標で、ゲットする価値っていうのはあるかなというふうに思います。ただちょっとケミが難しいよねっていうような感じになるんで、実際スタメで使うには、周りの選手とかの、救助も必要かなっていうのは思いますね。で、そして、フッティーズ、ブスケツですね、ブスケツ。マイアミに移籍をしたんですけれども、プレミアムということでですね、ケミさんで、使うことができます。エンドオブアンエラー、この人も来たんですけれども、そこからアップグレードされたという選手に、なりますね。パスもうまくって、足もしっかり出る。この人もでかいんで、足が伸びますし、その後の、パス、あとは持ち運ぶ力っていうのも、手に入れましたね。ペースも速くなったんで、ちょっとこれまでのブスケツよりかはぐんぐんスピードで、いけるということも、可能に、なりました。結構ね、資格なしかなっていうのは、この人思いますし、値段以上の価値っていうのは、めちゃくちゃ、あるかなというふうに思います。あとは選手人気っていうのはね、ブスケツ高いかなっていうのは、思いますし、個人的には結構ありな、選手かなというふうに思います。でそして、フッティーズ、チアゴですね。SBC で、来たんですけれども、結構ね、A ランク、ギリギリってことではないですけど、A のトップっていうほどでは、ないっていう風なことですね。個人的には、なんだろうな、もうちょっと強くあってほしかったっていうのは、チアゴ正直、思います。ただ、現状、いろんな中盤の選手とかを見てる中では、A には入るかなという風な形でここに入れたんですけれども、もちろん、ね、スキル5っていうのは素晴らしいですし、その中盤のところからスキルで持ち運んでいったりとか、最後の局面で前線じゃない後ろから上がってきた選手がスキルも使えてドリブルも軽いっていうのは非常に素晴らしい、ですけども、逆足がね4っていうところ、やっぱり今の現状5-5っていうのがスタンダードになってきてる中、 SBC で作る選手として逆足が4だったっていうのはちょっと寂しい、ところですし、もうちょっと守備力だったりとかフィジカル面だったりとかは高くあってもいいんじゃないかなっていうのは思いますね。インターセプトのね、能力っていうのは結構高いんですけど、ガツンと取り切るっていう力があんまりチアゴ、なかったり、するので、自分が使った時はですね、やっぱりインターセプトがメインで取ってくれたり、したので、ちょっとあれなんですけど、やっぱりずっと使っていく中でフィジカルでガツンと取り切ってほしいなっていうのはやっぱりあるんで、やっぱ中盤って攻守にわたってってところで、攻撃面はね結構高い、めちゃくちゃ素晴らしいので、そこがプラスポイントになるんですけれども、やっぱりかといってじゃあフィジカルで、取り切れる、守備でめっちゃ貢献してくれてるっていう風には思えなかったので、そこもちょっと、そこはちょっとマイナスポイントかなっていうのは、思いますね。ただ選手人気この人も高いですし、作った方もね、ある程度おられるという風に思うので、それなりに全然使えるっていうようなキャラクターなんですけれども、やっぱ S にはいかないかなという風なところですね。で、そして S と A の間にいるのがですね、フッティーズヒーロー、アベディペレですね、アベディペレ。この人に関しては、強いです。普通にめっちゃ強いし、値段の価値っていうのも十分にあるというふうに思いますね。それなりに強さってのがあって、5-5にもなりましたし、スキル逆足、ともに使えるっていうのは素晴らしいなというふうに思います。あとは単純なスピードっていうのも、ね、あるので、2列目から飛び出していく速さっていうのもありますし、単純にドリブルとかも軽いので結構持ちやすい、そんな選手になりますね。ただ、
やっぱり S に入れきれなかった理由としては、決定力の、部分の低さだったりとか、冷静さの低さですね。総合値的には上がっただけれども、その内部の冷静さっていうのが上がりきってない、っていう風なところが、ちょっと、微妙かなっていう風な、ところで、それでも他がめっちゃいい。他はもう全然もう普通に現環境でもトップクラスの選手、にはなるので、個人的には、惜しくも S には入らなかったけれども、A の選手よりかは、強いぞという風なところですね。でそして、最後ですね、最後 S ランクはですね、カバースターアイコンのジダン、そしてフッティーズヒーローのオコチャ、そしてカバースターアイコンのマテウス、そしてフッティーズヒーローのマルキージョ、そしてフッティーズのトゥラム SBC で来ました。この選手たちが S ランクに前回と比べて入れてます。ジダンに関しては、もう強いね。強さ、かっこよさっていうのがもう最上級の、選手かなというふうに思います。もちろんジダンが来てからもですね、いろんな中盤の選手、強い選手たち出てきたんですけれども、やっぱりこう、ジダンを超えるっていう選手っていうのはなかなかいないかなっていうのは、思います。本当にこう、総合的に、完璧で、シュートもめちゃくちゃうまいし、パスも出せて、で、ドリブルに関しても全然自分は重たいという風に感じることはなかったし、5-5で、守備力もしっかりついてる、そんな選手になりますので、フィジカルでも負けないっていう力を持ってますし、個人的には、やはり、かなり強い、そういう風な中盤、CM の、選手になりますね。でそして、フッティーズヒーロー、オコチャ。オコチャに関してはですね、ちょっと意外に思われるかもしれないですけど、自分個人は結構強いと。いう風に思いますね。単純なキャムとか、CM っていうよりかは、やっぱサイド、RM だったりとか、で使うのが一番、おこちゃの特性を考えるといいかなっていうのは思います。普通にやっぱスピードが速い、そしてドリブルが軽いっていう風な選手になるんで、ドリブラーかな、どっちか中盤の選手だからドリブラーの選手になるので、ドリブルが好きな方っていうのは、おこちゃはめちゃくちゃありだというふうに思いますね。自分もね、結構おこちゃは好きで、使っててドリブルめっちゃ軽いし、で、シュートもね、ある程度決めきれるようになった。アベディペレと違うのは、やっぱり冷静さが高いっていうとこですね。決定力に関してアベディペレとそこまで数字的には変わらないんですけど、やっぱ冷静さが結構数値が違って、おこちゃ多分98とか結構あるんですよ。だから、もちろん決めきってくれないシュートっていうのは全然あるんだけれども、それなりにやっぱ冷静さが高いからか決めきってくれるし、パスとかも上手いので、個人的には全然 S にいてもおかしくないかな。結構その、フッティーズで、より化けた、カードなんじゃないかなというふうに思います。で、そして、カバースターアイコンのマテウスですね。マテウス。強いね。強いわ、この人は。本当にこう、ジダンとはまたタイプが違うというか、ジダンの方がよりちょっと攻撃的な選手なんですけれども、本当にこう、マテウスは安定感をもたらしてくれる、そういう風な選手になりますね。でそういう安定感をもたらしてくれるんだけれども、単純に自分でいける、スピードだったりとか、ドリブルの軽さ、スキル5はないんだけれども、シュートを決めきる力っていうのもあるので、ただ本当唯一そこだけですね。スキルがないっていうだけ。スキル5あれば、っていうようなところだったんですけど、でも、スキル4でもね、別にいいし、中盤だし。なんでそういう風なところを考えると、そのランクを下げるほどのマイナス点にはならず、他はもう正直完璧というか、最強クラスなんで、本当に攻撃、守備もともにですね、もうめちゃくちゃ高クオリティ、にはなるので、ちょっとね、ぜひ個人的にはおすすめの SBC の選手になるんで、ぜひちょっと作った方がいいんじゃないかなというふうに、思う、そういうふうな選手ですね。でそして、フッティーズヒーローのマルキージョですね、マルキージョ。この人もえぐいね。というか、マテウスが来たことによって、マルキージョの値段がちょっと下がりましたよね。それぐらいマテウスも強い、そんな選手として出てきたんですけど、フッティーズヒーローのマルキージョでもめちゃくちゃ十分です。というか、スキルが欲しい人は、マテウスよりマルキージョだというふうに思いますね。マルキージョに関しても、結構ドリブルが軽い、そういう風な選手ですし、やっぱ5-5にもなってるので、
中盤にスキルが欲しいっていう方は、マルキージョでもめちゃくちゃいいというふうに思いますね。で、あとはですね、フィジカルも結構ついたんで、もともと身長そこまで低い選手じゃないんで、ちょっとこうゴリッと取ってくれるっていうような場面も、この人に関しては、ありますね。で、単純なインターセプトもうまくって、AI も、賢いですし、シュートも決めきるようになってるんで、本当にこの人もね、フッティーズでかなり化けたんじゃないかな。もともとやっぱ強い選手だったんですけれども、よりちょっと、強くなってトップクラスの選手に、戻ってきたかなというふうに思います。で、そして、最後ですね、フッティーズのトゥラム SBC で、来た選手なんですけれども、この人もやばい。この人もほんまにやばいね。トップクラスの選手でですね、フィジカルに関しては普通に強いし、あとは身長も高いので、足も、しっかり伸ばすこと、できます。伸びますね。で、シュートもね、決めきることできるし、スキルも5なんで、でかさ、192センチっていう体格はね、あるんですけれども、スキルでゴリッと行くことができる。逆足4なんですけど、逆足に関してはそこまで気にはならなかったかなっていうのは、思いますね。チアゴが、でかくなって理不尽さ増したみたいな、感じで思ってもらえたら、いいんじゃないか。タイプは結構違うんですけど、やっぱトゥラムもそういう風な選手になった。攻撃にもちゃんとこう、クオリティ出せるような選手になったっていう風なところで、よりちょっとこう、チアゴとはまた、軽さとかは違うんですけど、ゲーム性的なところを考えると、今作はかなり強い選手にトゥラムはなったなというふうに思いますね。ほんとこう、でかくて、速いっていうような選手で決定力もあって、スキルも使えるようになったっていうのは非常に素晴らしい選手。もともと3-3なんで、そっから5-4になったっていうのはめちゃくちゃすごいなというふうに思いますし、トップクラスの強さっていうのが、ありますね。っていう感じで、これが最新版のミッドフィルダーのティアリストになります。もちろんですね、ここに入れきれなかった選手たち多くいるので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。